今回はタロットカードの9枚目、力のカードの意味をもとにお話ポンが独断と偏見で現代調にアレンジしました。どうぞ最後までお楽しみください。それではシリーズタロットカード物語アルケミアより第9話スタートです。カードナンバー8、力。私の名前はさとみ。動物が好きで、小さい頃から動物と一緒に暮らすことが夢だった。けれど、私の住んでいるところは動物 NG のマンションだし、親が動物アレルギーのため、どんなに欲しいとせがんでも動物を飼うことはなかった。そのせいか、何とかして動物と関わりたいと思って選んだのが今の仕事。動物園の飼育係だ。親は大学まで出たのに、何も動物園で臭い仕事に就かなくてもってひどいことを言ってたけど、動物だってきれいにしてあげれば喜ぶに決まってる。私は親の反対を押し切る形で動物園に就職を決めたわけだ。動物園に就職するにあたって何か資格が必要かというと、そんなことはなく、試験に合格すれば就職可能。ただ、筆記試験とか面接とか二次試験、三次試験と面倒ではあるけど、変な人を雇ったら動物たちがかわいそうだもんね。働く方だってそのくらいのことは理解してるはずだから、別に苦にはならない。私も同じように3回の試験を受けて合格をもらった。もらった時は嬉しくて、これでやっと動物たちと一緒にいられると思ったら、どんな仕事だって平気だと思った。それこそ糞尿にまみれたって喜びこそ感じるのではないかと思うほど。とは言っても変な趣味はないからね。さて、ワクワクしながらの飼育員生活がスタートした。動物を飼ったこともない私だから、見るもの聞くものがすべて新鮮で驚きの連続だった。動物園側も動物に触れるのが初めてという私に不安がなかったはずはない。相手は生き物だからと何度も言われ、何度も怒られ、怒鳴られた。でもそのすべてが動物への愛情の表れだってことは分かったから、どんなに辛くても耐えた。ここで挫折したら結局私は夢を見ていただけになると思ったからね。そうは言っても想像していたのとかなりの差があって、動物の糞なんて可愛いものだと思っていたけど、とんでもなかった。その強烈な匂いに最初は涙が出た。飼育員さんってこんなに大変だったのかと心底思ったりもしたけど、やっぱり動物の可愛さを直に見れるんだから、動物好きとしては天国だと思う。入社して最初に言われたのが、これしかできないは困るからね、ということだった。それってどういう意味？と思ったら、何人もで多数の動物の世話をして順番に休みが取れるようにするということ。つまり、ウサギしか見れませんなんていうのは論外だということだった。入社早々、すべての動物と仲良くなんてなれないけど、すべての動物の飼育ができるようにって言われた。これはなかなか難しいぞと思ったけど、頑張るしかない。まずは小動物の係になり、ウサギやモルモットの世話をさせられた。小さな動物のふわふわの毛、
それが気持ちよくてしつこく触ってたらウサギに噛まれた。先輩たちは触りすぎだよ、ウサギだって怒るさと笑ってたけど、まさかそんなことがあるなんて知らなかった。それにしても天国だ。こんな天国が他の仕事にもあるのか。いや、ない。私は断じてないと思う。なんて楽しい職場なんだろう。こうして楽しいと思いながら3年が過ぎた頃だった。突然園長に呼ばれた。さとみくん、いつもご苦労様。はい、ありがとうございます。動物の扱いもうまくなってきたね。そうですか？嬉しいな。そこでね、猛獣担当に入ってほしいんだよ。はい。猛獣？猛獣ね。猛獣って虎とかライオンとか？まさにそれ。私小動物しか担当したことなくて、急に猛獣とか言われても。大丈夫、君ならできるから。どこをどうしたらそんな自信が出てくるのかわかんないんですけど、僕の目に狂いはないからね。とか言いながら大きな口を開けて笑ってる。この園長、かなり楽観的な人で有名なんだけど、楽観的すぎやしませんか？猛獣担当の人がね、この間噛まれちゃって今入院してるんだよ。そんな軽く言うけど、それって大変なことじゃないのか？注意するようにって言ってたんだけどね、その注意を怠ったのが原因なの。だから君も注意は守ってね。いや、注意は守ってねとかって言われても自信ないです。軽く言ってくれる園長と尻込みする私。その間に入ってきたのが猛獣歴十数年のベテランリーダー大月さんだ。ほほー、やってるね。大月ちゃん、説得してよ。自信ないって言うんだよね。とか言いながら相変わらず笑ってる園長。さとみ、できないって尻込みしてないでやってみろよ。何事も努力。無理ですよ。お前がやらなかったらやつらは餌が食えずに死ぬんだぞ。俺が直々にちゃんと教えてやるからさ。こうして私の担当変更は決められたのだった。いくら動物が好きで相手が猫科の動物だと言っても、動物初心者の私にそんなこと無理だ。彼らに噛まれたらウサギに噛まれるのとはわけが違うんだ。さすがに今回ばかりはおじけづいた。かわいいとか天国とか言ってはいられない。もしも噛まれたら、こんなこと親にも相談できない。親に言ったらそれ見たことかとすぐにやめるように言われるに決まっている。どんなに怖いと思っても逃げることなんてできないのだ。明日からは猛獣の世話をしなくてはならないのだから。その夜、眠りにつくとおかしな夢を見た。それは見たこともないような一枚のカード。カードにはきれいな絵が描かれていて、美しい女性がライオンの口に手を当てている。その周りには多数の文字が浮かんでは消えていった。精神力の弱さ、自己コントロール、努力、自制心による葛藤の克服、勇気を奮い起こして逃げ出さず、事態と向き合うことが必要。力を平和的に用いることで無限の可能性が与えられる。などなど、繰り返し浮かんでは消える文字たち。
それを何度も読んでいく私。繰り返しているうちにそのカードが言いたいことがなんとなく分かりだした。朝目が覚めた時、まだ夢は頭の中に残っていた。それを思い出しながら私はパジャマを脱ぎ捨てた。マインドコントロール、怖くない。あれは猫、大きな猫。よう、来たな、さとみ。事務所に入ると大月さんが待っていた。まずはミーティングだが、話が頭に入ってこない。頭の中には夢の中の言葉が渦となって嵐を巻き起こしているのだ。さて、ライオンのご機嫌伺いに行こうか。大月さんに背中を叩かれ、我に返った。動物舎に行くと餌をくれとでも言っているのか、ライオンのうなり声がした。あれは。つい声が震えた。そんなに怖がるなよ。腹が減ってるだけだから。お前だって腹が減ったらイライラするだろう。イライラはしても人を襲うことはない。ライオンの檻には入るなよ。檻に入るときはライオンを展示場に出したときだ。もちろん、ライオンと二人っきりになるなんて考えてもいない。ライオンに肉をやるときはこの棒を使う。こいつの先に肉を挟んで差し出せばライオンは食べてくれる。やってみろ。大丈夫。棒の先に肉がついてるだけで別に腕まで食われるわけじゃないんだ。私は自分に言い聞かせた。ところがライオンはじっと私を見て威嚇してくる。それでも肉のついた棒を檻の中に差し入れるとガブッと勢いよく食らいついたのだ。もうそれだけで腰が抜けた。そんなにびっくつくことはないだろう。別に棒の先についている肉を食べただけなんだから。大月さんは楽しそうに笑ってるけど、私としては逃げたくて仕方がない。こんな恐怖を感じながらこの先も仕事を続けなくちゃならないのかと思ったら真面目にちびりそうだ。こうしてライオンとの日常が始まったわけだ。怖い怖いと怯えながら餌をやり、ライオンが展示場に出ている時に糞尿の掃除をして根わらを新しくしてあげる。いつライオンが入ってくるかとビクビクする毎日だった。猛獣担当となり2ヶ月が経とうとした頃だった。他の猛獣にはだいぶ慣れたというのに、相変わらずライオンとだけは仲良くなれない。毎朝ライオンの檻の前に立ってはおはようと声をかけるが、どうしてもその声が震えてしまう。私は檻から数歩離れたところに立つとぼんやりとライオンを見ていた。ライオンの方もじっと私を睨んでいるような気がする。私はライオンから視線を外し、檻につけられているネームプレートに目を向けた。そのプレートには檻の中でじっと私を睨んでいるライオンの名前が書かれていた。そういえば他の猛獣には名前で呼びかけてた。なんで私はこの子を名前で呼ばなかったんだろう。名前があるのにいつもライオンとしか呼ばれない。そんなのは悲しいに決まっている。私だって名前があるのに人間としか呼ばれなかったら、果たして心を開くことができるだろうか。答えはノーだ。名前も呼んでくれないような人を信じることはできない。歩み寄ってきてくれない人に笑顔を向けることなんてできない。その時、夢の中のカードが浮かんできた。カードの女性は
優しい微笑みを浮かべ、ライオンに寄り添っていた。力ずくで言うことを聞かせていたんじゃない。そこには愛情があって、ライオンの方もその愛情に応えていたんだ。そう思ったとき、私はライオンに話しかけていた。レオン、ごめんね。あなたにはちゃんと名前があるのに、名前で呼んでなかったね。だから怒ってたんだよね。すると、今さら何を言ってるんだ、と言いたげに私のことを睨んだが、根原の方へと歩いて行き、横になった。今までは私がいなくなるまで小さなうなり声を上げていたのに、自分から寝床に戻ってくれたことに小さな喜びと驚きを感じた。それと同時に、私が今までしてきたことは単なる世話でしかなく、レオンに豊かな愛を向けてはいなかったことに気がついた。その日から私は自分を変える努力をした。怖がるのではなく寄り添うこと。レオンにも心があり、感情があるのだ。力でねじ伏せるのではなく、豊かな愛情があってこそ通じ合えるはずだ。毎日朝一番にレオンの檻に行く。おはようレオン。今日も外はいい天気だよ。ご機嫌はどう？どこか痛いところはない？きっと今日もお客さんがたくさん来るね。お互いに頑張ろうね。仕事が終わり、帰り支度をすると、レオンのところに行き、声をかけた。レオン、お疲れ様。今日はたくさんお客さんが来たから疲れたでしょう。私も疲れちゃった。でもね、いいことがあったのよ。小さなお子さんがね、レオンを見てかっこいいなってママに言ってたの。大きくなったら動物園で働きたいなって言ってたんだよ。本当にそうなるといいね。じゃあ私は帰るから、レオンもゆっくりお休みね。休みの日にも私は動物園へと足を向けた。そしてレオンの前でおしゃべりをするのだ。展示場に出るまでの時間、展示場から戻ってきてからも。レオン、おはよう。なんでいつもと違う服を着てるかって思った？それはね、今日はお休みだからだよ。レオンにもお休みがあるでしょ。それと同じ。人間にも仕事がお休みって日があるんだよ。だからレオンと話したくて来ちゃった。今日はこれから買い物に行くけど、レオンが檻に戻ってくる頃にはまた来るね。お仕事頑張ってね。外はとっても気持ちがいいから、レオンにとってもいい一日になるよ。こうして周りから笑われながらも、私はとにかくレオンとの時間を大切にした。部屋の掃除も心を込めてやったし、肉を差し入れるのも声をかけながらあげた。ゆっくり食べていいんだよ。味わってね。誰も取らないからね。レオンが嬉しそうに食べているのを見るのは本当に楽しかった。この頃にはもうレオンはレオンであって、私の中からライオンという思いは消えていたのかもしれない。そしてレオンも私に笑顔を向けてくれるようになっていた。そんなある日、レオンが甘えるように檻に頭をこすりつけてきたのだった。え、どうしたの？頭がかゆいの？絶対にライオンに触ってはいけない。そんなことをしたら噛まれるかもしれない。頭では分かっていながら、私は無意識に手をレオンの頭に当てると小さく書いてあげた。ここ？この辺？気持ちがいい？そっか、自分で頭をかくのは難しいものね。そう言いながら笑っていた。レオンも嬉しそうに笑っていた。そんなレオンを見ていて、私は嬉しくて嬉しくて。レオンが檻から少し離れ、
私の手がレオンから離れた時、大月さんの声がした。いやー、どうなるかとビクビクしながら見てたけど、とうとうやったじゃないか。気難しいレオンが自分から頭を撫でろってきたんだ。これは完全に君を信じた証だよ。とは言っても、もうやめてほしいけどね。噛まれたらレオンが悪者になっちまうからさ。すいません。そう言われて、私は自分の手をぼんやりと見ていた。まさかあれほど怖がっていたライオンな頭を撫でることができたなんて、驚きを通り越していた。ほーら、俺の目に狂いはなかっただろう。そう言って笑いながら入ってきたのは園長だった。さとみくんなら絶対に大丈夫って思ったんだよ。この子なら動物に寄り添って動物の心がわかる人だってね。園長がそう言うと、大月さんがうなずき言葉をつなげた。確かにその通りですね。どうなるかとヒヤヒヤしましたけどな、さとみ、怖がって逃げなくてよかっただろう。やってみればできるもんだろう。はい、ありがとうございます。ありがとうレオン。レオンが私を見てにっこり笑ったのが分かった。そしてそうだよとレオンの声が聞こえたような気がした。いかがでしたでしょうか。このカードは力を平和的に用いることで無限の可能性が与えられることを暗示しています。また力により征服の連鎖を断ち切り、内面の気高さを養うことで真の発展へと至ることも伝えています。面白かったと思ったらチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。それでは次のお話でまたお会いしましょう。